ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は長見ひなげしを描いていこうと思います。花の形や葉の形を説明しています。花びらの描き方や色の出し方が詳しくわかると思います。最後までごゆっくりお楽しみください。真上から見た花は丸の中に花びらを描いていきましょう。中央に花芯の丸を描き、そこから花びらを4枚描いていきます。花びらの大きさは花によりいろいろ違いがあります。ここでは花びらの重なりがある花を描いていこうと思います。めしべは円柱形で、真上から見ると放射状に広がった白い線が見えます。そしてその周りを囲むようにたくさんのおしべがあります。斜め上から見た花は楕円形を描き、花芯の部分は中央よりやや下の方に持っていきましょう。手前の花びらは花芯からの長さが短くなります。他の花びらも花芯から楕円形の円周に向かって描いていきましょう。手前の花びらに比べて長い花びらになると思います。めしべの楕円形は少し上にずらして描き、円柱を作ります。小さな楕円形の中に放射状の線を描きます。おしべはその円柱を囲むように描いていきましょう。横から見た花はお椀の形から描いていきましょう。両側の花びらはお椀の形に合わせるように描いています。手前の花びらの間から見える奥の花びらを描いて出来上がりです。つぼみは楕円形で頭を深々と下げたように見えます。葉はまず葉脈のラインを先に描き、それを囲うように線を引いていくと長見ひなげしの葉の形になります。よもぎの葉にも似ていますが、長見ひなげしの葉には毒があるそうで注意が必要だそうです。それでは描いていきましょう。オレンジ色は黄色と赤を混色して作っていきました。色の出方を見ながら濃いオレンジ色、黄色の分量を多くしたオレンジ色、赤が強いオレンジ色の3色です。平筆の18番を使い、赤みの強いオレンジと薄いオレンジを組み合わせて描いていきました。花びらの薄い感じやひらひらとした感じが出るように筆を左右に動かしています。花びらの色に少し変化をつけようと思い、中間のオレンジ色を取りダブルローディングをしました。幅の広い花びらを描く場合はスケッチブックの方を回すと描きやすいです。また色が弱いと思う場合はもう一度色を重ねると良いと思います。斜め上から見た花の手前の花びらは花芯からの長さが短く見えます。私は筆のコーナーを上げて紙についている面積が少なくなるようにしています。または筆のサイズを小さくして描いてみましょう。重なりが下になっている花びらから描いていくと描きやすいです。横から見た花も奥に見える花びらから描いています。横向きの花の花びらを描く場合はお椀の形の中に収まるように描いていきましょう。
一番濃いオレンジ色、朱色と言って良いと思いますが、この朱色で影を描いていきます。花びらの根元の方にこの朱色のサイドローディングで色を重ねていきました。白のサイドローディングで花びらにハイライトを入れていきます。花びらの先端の部分や花びらが重なっている上の花びらの方にハイライトを入れていきました。もう少し明るい花びらにしようと思い、黄色のサイドローディングで花びらに色をつけてみました。主に花びらの先端の方ですが、すべてに色をつけるのではなく、一部につけることでアクセントになると思います。葉の緑も混色をして作っていきました。サップグリーンにレモンイエローヒューを混ぜ、明るい緑を作ります。その緑にブラウンアイロンオキサイドを混ぜ、深緑を作っています。明るい緑に白を混ぜ、白っぽい緑を作りました。白っぽい緑で茎を描いていきます。筆は丸筆を使い、絵の具は少し水で緩めておくと良いでしょう。できれば同じ太さで上から根元まで描けると良いですね。小指を紙につけ、筆が同じ高さで動かないようにすると描きやすいと思います。茎の流れが止まらないように描いていきましょう。つぼみは少し濃い緑を混ぜて描いていきました。縦長の楕円形に塗っていきましょう。中心の円は明るい黄緑で塗ります。その上に白で放射状に広がった線を描きましょう。おしべは濃い緑で短い線を何本も描きます。そして黄色でたくさんのドットを打ちましょう。斜め上から見た花は花芯の楕円形を塗り、下の円柱状のものも同じ色で塗ります。楕円形の中に放射状の白い線を描きましょう。その周りを埋めるようにおしべの軸を描いていきます。描いたおしべの軸の上に乗せるように黄色のドットをたくさん打ちましょう。つぼみを包んでいる萼には毛がたくさん生えているので、ライナー筆で白い毛をたくさん描きました。この萼は花が咲く時に外れて落ちてしまうそうです。そういえば咲いている花に萼は見当たりません。葉は丸筆を使いストロークで描いていきました。まず中央の葉脈を描きます。その葉脈に向かってストロークをしていきましょう。1回のストロークで形を作ってもいいですし、2回から3回のまとまったストロークで葉の形を作ってもいいと思います。水で薄めた薄いグリーンで描いたり、濃い緑を上から重ねたりして葉の色に変化をつけてみました。長見ひなげしの絵が完成しました。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどございましたら、コメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。